で床板をやっていきます。フェンス直線じゃなくて変化を持たせます。内側にはガラスのこういうこの天板にこのプランターを楽しんでもらわないとね、植物で。まず端道をやってからデッキの根枝をやって、お客様の方でこういうキャレタシンクを持ってるというウォールの内側で、ここにシンク、このちょっと庭の径としてここに今度はジョリパッド、イメージ的に室内も海っぽい感じの間でゴツゴツした感じを仕上げよう。一応ですね、根枝がこのような形で全部張り終わったので、これで床をこれから全部張っていきます。土が見えるところはまたモルタルを全部こうやって内側に雑草が生えないようにという形で、床板ホワイトで一応だからブラウンとホワイトっていう感じですね。まあフェンスもホワイトになりますから結構明るくなると思います。これで床板を張っていきます。それで一応床板が張り終わったんで、床板の塗装と平行にこちらの方全部フェンス1バイ4で張っていきます。で一応ちょっと目地を1センチか2センチ開けた感じで、まあ目地は少し開けますけども、まあこうやっぱし南がこっちなんで、そうすると結構その目地から光がダーッとこう、それもまたいいかなと感じがします。で夜明かりがついたらこう外にこの明かりがこぼれるぐらいの2センチぐらいかな、1センチから2センチぐらいのちょうどこの高さに、だから
ブラウンと白ブラウンと白つ頭をちょっと直線じゃなくて変化を持たせます。ちょっとリズム感があった方がいいかな。そんな感じですね。はい。ウッドフェンスは塀はできたんですけど、ちょっとデザイン的に天板を R に全部リズムような感じでつけていきたいと思ってます。アーチそうだね、丸みでこうリズムができればいいかな、そういう感じで一応これカッティングします。これね、前もフェンスだけで残すつもりだったんだけど、ちょっとフェンスが結構壊れてたんで、だったらもう取ってあげようと。で、この続きでつながりでここまで。ここはもうブロックとか同じぐらいにこうやって。で、ちょっとだんだん下がって2段ぐらい。そんな感じのが流れ的にいいかなと。ここはちょっと扉をつけたいです。デザイン的には連結で、それほど扉っていう感じはしないんですよ。開口っていう形で一応ここは取ってます。これは物干し、上にベランダのあれがあるんで、ベランダの端を利用して、ちょっと屋根も少しついてるし、一番日当たりがね、非常にいいんで、そうそう、3本あるんで、一応、3本通しとくよ。一応ですね、ジョリパッドでこれ化粧して、外側は一応これで終わりで、内側に関してはお客様が結構室内がなんかこうハワイアン的な感じなんで、内側にはこれちょっとガラスのこういう
やつがあるんで、これをこうやってちょっと柄に内側だけにこれを飾りでつけていきます。あとこの天板にこのプランターを同じジョリパッドで塗ったやつを天板に乗っけて、まあちょっとここだけでも天板だけでも緑があるコーナーを作りたいと思ってます。蛇口は一応ですね、二口の蛇口を一応取り替えます。これで最後こっち植栽していきます。ここだけ高さが低いんで、まあ、植栽することによって多少向こうも見えなくなるみたいになると思うんですけど、まあ、少し楽しんでもらわないとね、植物で。これで一応完成です。一応これで完成しました。こちら、はい。そうだね。完全な目隠しじゃないんだけど、これ日がこう差し込んだり、結構絵柄になるっていうか、囲ってるっていうよりも、まあ外からもデザイン的にちょっと面白いデザインに来たんですけど、はい。そうですね。まあちょっと狭いんで、こう建物と合わせた形で、そういうのを広く感じるという感じになったと思うんですけど。で、もう一つお客さんの要望で、ちょっと大きい出し入れがということで、
この幅で、まあ、入り口をこうやってもげたり、まあめったに使わないっつう、だからデザイン的にも同じような雰囲気で、だからまあここはもう外から入らない、完璧にもう完璧に開けられない状態にしちゃっております。あとはもうやはり我々としても造営なんで、少しでも緑を楽しむスペースっていうか、全部がこのままデッキだとね面白くないんで、一応植物を演出できるスペースはちょっとデザインしてもらいました。そうですね、これはちょうどいいぐらい。着工日前ぐらいにちょっとね、この器の雰囲気がいいんで、ちょっとここだけでも鮮やかにちょっとね雰囲気、これをシュッとした感じのデザインの感じになりました。これで一応全体のリメイクが終わりまして、完成でございます。ありがとうございました。